こんにちは。東京ベジライフのなつきです。今日は東京表参道にある私のお気に入りのジュースバー、ジュースショップ、東京ジュースさんをご紹介していきます。じゃあちょっとジェフさんに、オーナーのジェフさんに、この東京ジュースを作られた経緯とかこだわりとかそういうのを聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず簡単に自己紹介と、このお店をいつ始められたのか教えてください。ありがとうございます。室松ジェフリーと申します。日本で生まれ育って母が北海道出身日本人で。そうなんだ。そうです。実は、この顔なんですけどね。いや今実は日本語で初めて話してる。ずっとなんか日本語話せるのか分からなくて今分かったんですけど。このために練習してきた。いやそんなことないと思います。で、父がアメリカ出身でずっとインターナショナルスクールに行ってて、でアメリカに大学とかに住み始めて、で2015年6年後に日本に帰国したので、そこでずっとサラリーマンの生活をしてきたんですが、やっぱりもうサラリーマンの生活の時にすごくジャンクや不健康なもの、不健康な生活をしてて、やっぱり栄養とかそういうことについてあまり気にしてなく詳しくなく、でそれで体調不良が長い間続いて、で最終的になんか理由が分からずにいろいろ勉強した時にやっぱり食べ物、やっぱり野菜とかの重要さを分かって、で、食生活を変えて、で簡単に言うと毎日ジュースを飲み始めて、その1年続いた体調不良が2週間でちょっとずつ改善し始めて、ジュースはコールドプレスジュース？そうです。コールドプレスジュースですね。でまさに家で作ってたものなので、その東京で実はそのジュースバー巡りをしてたんですけど、個人的に合うコンセプトとか、アメリカで経験してたアメリカで通ってたジュースバーっていうコンセプトがなかなかなかったので、でまさにこの野菜の重要さとか、やっぱりどこ行ってもヨーロッパとか、欧米だとジュースバーがいっぱいあるんですけど、日本だとなかなかまだ拡大してない業界なので、そうですよね。その時まだ何年前？これ体調不良だった時は2017年ですね。でもそんなに前じゃないですね。そうですね。でお店を始めたのが2019年の5月1日、なのでもう少しで2周年ですね。ありがとうございます。そうですね。で体調不良で、ジュース飲み始めて、体が改善して、これは日本にあるべきだなと思い、妻と一緒にジュースバーを始めようきっかけですね。でまさにやっぱりジュースを飲むときにやっぱり新鮮な野菜を取って一つ一つ絞って、オーダーメイドのやり方なんですけど、やっぱりジュースなのですごく濃縮されるので、オーガニックっていうところは結構重要で、それプラス、やっぱりその野菜はすごく栄養があるので、せっかくの栄養を摂取することを考えるとやっぱりその毒素を入れたくないので、やっぱり農薬だと毒素なので、そうですよね。そういうところでできるだけ一番栄養があるものにはいつも無農薬ですね。なるべく国産のものを使ってっていうか。もうほとんど国産ですね。やっぱり季節によって例えばレモンとか国産今がシーズンなんですが、日本の柑橘が終わる時にはやっぱり輸入物は取らなくちゃいけないんですけど、もうほぼほぼは国産のものですね。国産とあとオーガニックにこだわっているっていうことで、他に何かこだわっていることとかってありますか？ありますね。一応お店が、ビーガンと、ほとんどグルテンフリーのお店なので、乳製品とか一切使ってないので、我々のスムージーは全てアーモンドミルクとカシューナッツミルクで作っているので、逆に豆乳も使ってないので、なるほどね。もう全て植物性はナッツミルクですね。ナッツミルクもお店で作って
そうですね、はい、うんうんうん、全てもう自家製なので、うん、毎日もう何リットルぐらい、毎朝新鮮なのを作ってるので、それプラス、アーモンドバターも自家製なので、うんうんうん、さっきね食べさせていただいたんですけど、いかがでしたか？とっても美味しかったですなんかどんどん食べちゃいそうで危ない危ないですよね。危ない、はい、危ない。一応やっぱり脂質が多いので、体にいい脂質なんですけど、ちょっとカロリーが高くなっちゃうので、そう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 、はい、気をつけないと。そうですね。なのでスムージーの方はそうですね、ミルクがこだわりですね。はい、で、やっぱり個人的なこだわりがそのローっていうところがやっぱり殺菌、そうですね、やっぱり熱通しちゃうと栄養とか失っちゃうんで、ローだと殺菌されてなく栄養とか酵素が残ってるので、そこがすごく大事かな。まあコールドプレスジュースとスムージーと両方あるんですけど、はい、どっちの方がおすすめとかはあるんですか？まあどっちもおすすめ。どっちでもいい。そうですね。でも栄養を考えると、ジュースの方が野菜の量がいっぱいあるので、なるほどね、そうですね、繊維を抜いて一つ一つ絞ってその水分栄養を引き取ってで摂取するので、栄養とか野菜の量を考えると、ジュースの方が多いんですけど、スムージーの方がやっぱり腹持ち、確かにね、そうですね、もうちょっと濃厚で、あとやっぱりスムージーだといろいろ入れられるので、プロテインとか、アーモンドバターとか、チアシードとか、フラックスシードとか、もうちょっとなんていうんですか、ランチ代わりとか、お食事代わりにね。そうですね。なので、どっちでもおすすめなんですが、その日によりますね。ちなみに僕は毎朝このクリーンジュースしか飲まないので、朝はジュースから始めて、そうですね、はい、スムージーを飲むこともある。スムージーは飲みますけど、飲むとすれば、ランチの時間とか、ちょっと体にいい罪悪感がないおやつとか、はい、罪悪感ないね。罪悪感なし、はい、確かに確かに。結構お値段がねリーズナブルだなと思って、その東京でジュース飲もうとか思うと、普通に1000円以上とかじゃないですか、スターティングポイントが。そこからなんか、オプションとか足していくと、なんか1500円とかプラス税とかね。でもなんか全部700円800円とかからでっていう感じで、そこもなんかLA に前住まれた時に、リーズナブルな形で毎日のようにジュースが飲める環境だったのが、日本だとジュースが結構高いっていうのが。そうですね、まさにそれですね。ジュースバー巡りしてる時にそのコンセプトっていうことがやっぱりその作り方とかやり方っていうのもあったんですけど、さすがにちょっと値段が高かったので、特にそれはやっぱりいい新鮮な野菜とかオーガニックとか使うと高くなるっていうことはしょうがないんですが、やっぱりお客さんからこういうジュースだと結構新しいコンセプトなので、やっぱり1000円越しちゃうと、やっぱりお客さんにも毎日来れないお客さんもいますし、確かにね、やっぱりその収入的なところで、お客さんが自分の健康のためにジュースを飲めないっていうところが僕は嫌だったので、できるだけもう1000円以下でやっていこうっていうことを決めたので、やっぱり日本だと野菜が高いので、その1000円以下は難しいんですけど、産地直送とかやってたりとか、農家さんにこういうコンセプトをやるのでって頼むと、なんとなく原価が抑えるかなって。最終的に我々の原価は結構高いですね。だからジュースにするものっていうことで、綺麗な形じゃなくてもちょっと虫食いとかしててもその部分を切り落として、B 級っていう形でそうですね、使えるっていうことですね。そうですね、やっぱり無駄がないからいいですよね。そうですね、やっぱりほとんどの農家さんは 100% 知らないんですけど、多分その市場に出すために栽培してると思うので、市場だとやっぱりその虫食いとかその B 品とか B 級が受け入れてくれないと思うので、もったいないので、まさに我々はジュースにするので、逆に虫食いがあればやっぱりそのオーガニックっていうことが、認識されるので、結構そういったものって廃棄とかされちゃうこともあるんですよね。あると思いますね。やっぱり結構その B 品を保管して包むっていうこともやっぱり大変と思うので、捨てた方が、
っぱり捨てた方が簡単かなっていう農家さんもいると思うので、そういうところをいっぱい探して契約して直接送っていただいて、だからなんか最初にそのジュースをなぜ飲み始めたかっていう理由で、お料理ができなかったから、できなかったというかあんまり得意じゃなくて、毎日そのお野菜たっぷりのヘルシーな食事を作るのが大変だったから、もうなんかジュースだったら全部ブレンダーに突っ込んで、ブレンダーとかコールドプレスで作れば簡単だから、それでなんかジュースを始めたっていう話をされてたと思うんですけど。まあそうですね。一応、やっぱり体調不良が始まった時にやっぱり野菜を摂取したいっていうことを決めてたんですけど、やっぱり毎日サラダを食べるっていうことが、まず結構大変で、実はちょっと顎も痛くなってきたんですよ。ずっと噛んでて、で野菜食べ過ぎ。そうですね。あとはやっぱりビーツとか硬い野菜も食べてたので、確かにね。でサラダ僕実はサラダほとんど毎日食べるんですけど、やっぱりサラダを作る時に野菜をいろいろバラエティが必要じゃないですか。ビーツとかトウモロコシとかお豆とか、いっぱいそれプラスやっぱりドレッシングは自分で作ってたので、それをもう毎日続けるのが結構大変だったので、どうやって摂取すればいいって考える時にやっぱりアメリカ住んでることを考えて、まさにもう全部機械に入れて絞ってくれてそれだと多分サラダの量の倍以上の、野菜を摂取できる上、例えば、最初ちょっと苦手で美味しくない時だとしても、一気飲みでも十分じゃないですか。ちょっと我慢してね。ちょっと我慢して、でもだんだん美味しくなってくるかもしれない。もう今はもうすごく美味しいですね。だからそういう意味でジュースであったりとかスムージーで摂取するっていうことがすごく毎日無理なく続けられる菜食であったりとか、野菜をたくさん取り入れるっていうことがすごい無駄なく無理なく、できるので、そういう意味でやっぱちょっとリーズナブルに抑えながら毎日の生活に取り入れられる形っていうのを追求されていったっていうところが。そうですね。なんか結構最初慣れないうちは野菜ばっかり食べてるとお腹空いちゃうとか腹持ちが良くないとかあると思うんですけど、結構お腹が空いちゃう理由って栄養が足りてない。お弁当とかがっつり食べててもなんでいつもこんなお腹空いてるのかなっていうのが、なんかそういうしっかり栄養が取れるようになってくると、そんなに量食べてないんだけどお腹空かなくなったりとかもしてくると思うので、それとあと疲労とかもあまりないですよね。疲れもあまりないし、やっぱり例えばサラリーマンの時、いつも2時とか3時に眠くなったりとか、今はそれ一切ないので、体がうまく動いてるってことと思いますので、でもやっぱり長期間みんな考えていただいて、今健康だと免疫も高くなるし、風邪もひかないし、調子もいいので、逆に仕事してる方だと業績も多分上がると思うので、そういうことで考えると商品の800円よりもっと価値があると思うので。確かにね。だから自分の健康への投資であったりとかパフォーマンスを高めるっていう意味ですごくコストパフォーマンスはいいかもしれないですね。コストパフォーマンスは最高だと思いますよね。1年体調不良は2週間で改善してくれたので。確かに。でなんか東京ジュースさんですごいいいなと思ってるのが、なんかやっぱりジュース屋さんってどうしてもプラスチックのボトルに入れるっていう形になっちゃうと思うんですけど、東京ジュースさんではじゃあ瓶に入れるっていうサービスもされてて、それにまた持ってきたら入れてくれたりとか返すこともできるんですよね。そうですね。一応できるだけやっぱり環境を考えて、使い捨てプラスチックもできれば使いたくないので、でやっぱりジュースだとすぐ飲まない方もいますので、瓶に入れて後で飲んだりとか、また同じ瓶でリーフィルをしていただいて、瓶代を割引したりとか、または回収してキャッシュバックみたいなデポジットシステムもやってるんで、そうなると
お客さんもいつも同じ瓶を使ったり、やっぱりお客さんも気持ちいいので、そうですよね。プラスチックの方がもちろん安いんですけど、うんうん、まあやっぱりその環境のこともちょっと考えないといけないかな。うん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 。やっぱりその、廃棄されちゃうかもしれない野菜を使って無駄なくエコにっていうところから考えると、やっぱり容器とかそういうところも環境に配慮した形でサステナブルにやっていけると一番いいですよね。できればもう全てをサステナブルにしたいんですので、もし誰かがそういうサステナブルな、最近なんていうんですか、サトウキビで作られたストローとか、ありますね、いろいろあれば、ぜひちょっとお聞きしたいので、ね、ご連絡ください。ぜひ、ストローあれば。ストロー今使ってます。ストロー使ってますね。例えばなんかアメリカでさらにその紙コップを、紙って確か木から作られていると思うんですけど、さらに紙コップではなくそのパルプコップとかに変えてるので、再生紙みたいな、そうですね、リサイクルペーパー、リサイクルペーパーなので、そっち向けで日本も頑張っていただければ、我々もそういう商品を使いたいので。そうですね、やっぱりちょっとその日本でエコ関係になると少しやっぱり欧米とかよりも遅い、入ってくるのが遅いとかいうのがあると思うので。そうですね、でもいずれかは入ってくると思いますので、待ってます。待ってます。スムージーとかジュースを専門にされてるってことで、結構皆さんお家で作るときにどういうコンビネーション、組み合わせで作ればいいかっていうのがマンネリ化しちゃったり、同じものばっかり作っちゃったりとかあると思うんですけど、何かアドバイスとかおすすめのコンビネーションとか選び方があれば。個人的にはやっぱり、多分ほとんどの方はスムージー作る時にバナナ入れてると思うんですけど、やっぱりバナナは甘みがあるので、繊維もあるので、おすすめなので、全然そのまま入れていただければいいと思うんですが、個人的にはやっぱりこちらのそうなんですが、ナッツバターが入れるともっと美味しくなりますね。香ばしく、あとコクがアップしますね。そうですね、コクもアップしますし、やっぱりカロリーも体にいいカロリーなので腹持ちもなるので、ピーナッツバターも大丈夫ですが、アーモンドバターなどと、もちろんそのチアシードとかフラックスシードとかを合わせれば美味しいと思います。ほうれん草は甘みがあるので、全然いっぱい入れてもアーモンドバターとか、ピーナッツバターとかバナナと一緒に加えるとほとんど味がしないので、ほうれん草苦手の方でも全然スムージーだと飲めると思いますね。いや、なんか皆さんほうれん草ってすごい癖があってアクを取らないと食べられないみたいなイメージあったじゃないですか。でも最近のほうれん草って多分普通に生で食べても大丈夫なぐらい、そういう苦味とかえぐみとかほとんどないように品種改良されてるのか、そんなになんか癖がなくなってると思うので、そういうスムージーとかにもどんどん使っていただければと思いますし、サラダに入れてもいいし。そうですね、やっぱり個人的にはほうれん草とか栄養いっぱいあるんですけど、ビタミン C とかって加熱するとすぐなくなっちゃうので、できればスムージーとかで生で、サラダもそうなんですけど、スムージーとかに入れると一番いいかなって。おすすめはスムージーは絶対野菜を入れるべきです。確かにね、フルーツと野菜と合わせてあげると、野菜もすごい食べやすくなりますね。食べやすくなりますし、フルーツの味の方がほとんどはフルーツの味の方が強いと思うので、そんなにほうれん草とか、ケールは別として味が出ないと思うので、同じ今まで作ってる同じスムージーにほうれん草を追加すれば大丈夫です。東京ジュースさんの中では、どのジュースが一番人気なんですか？ジュースかスムージーか。一番人気なジュースがこちらの、英語だとグリーングローで、日本語だとデトックス。デトックス。でこちらの、ジュースは、フルーツが一切入ってないんです。なので、ケール、ほうれん草で、ベースがセロリ。主にセロリのベース。ハードコアですね。なのでデトックスっていう。なんか青汁みたいな感じですか？いや、実は青汁より全然飲みやすいです。そうなんだ。でその秘密が、
生姜とレモンですね。生姜とレモンで飲みやすくしてます。もちろん生姜とレモンがなければちょっと難しいかもしれないんですけど、こちらで飲みやすくしてるので、結構お客さんの方でびっくりしますね。あ、結構飲みやすいですねとか。または、スムージーだとこのポパイズプロテインですね。先ほどお話ししたほうれん草もりもり入ってるんですが、もりもりポパイね。そう、なのでポパイですね。はい。で、バナナとかアーモンドバターとかチアシードとかカカオニブとか加えて結構飲みやすいので、プロテインたっぷりですね。そうですね。アーモンドバターはプロテインいっぱい入ってるので、そこから脂質やプロテインも摂取できます。そうですね。やっぱ菜食でタンパク質どうするんですかみたいな質問がすごい多くて、だいたい皆さんなんか豆とか考えると思うんですけど、でも植物性の食材の中でやっぱりそれナッツ系とか、そうですね、あと、ヘンプシードとかチアシードとかにもすごく実はタンパク質入ってるので、スムージーに入れるとすごく飲みやすく食べやすくなる、摂取しやすくなりますし。そうですね。あとスムージーもやっぱりもっと美味しくなる上、アーモンドバター、多分アーモンドバターとか苦手の方って多分いないと思うんですが、苦手な場合調子であればアレルギーだったらあれだけど、そうですね。まさに我々実はそのピーナッツバターもスムージーで一つあるんですけど、ピーナッツバター使ってない理由はそのアレルギーの心配でアーモンドバターを主に使い始めたので、やっぱピーナッツバターアレルギーの方結構いらっしゃいますよね。そうですね。あとピーナッツのアレルギーだと結構大変なアレルギーですよね。重症化しやすい。そうですね。なので、タンパク質、そのプロテインとかも、結構癖があるプロテインいっぱいあると思うので、同じ感じのスムージーに追加しても全然味は変わらないと思いますので、確かに。その味付けのプロテインではなければ、デトックスとポパイズプロテインおすすめっていうことなので、ぜひ飲みに来てください。はい、飲みに来てください。よろしくお願いします。そんな感じで東急13すごい私もお気に入りのお店で、東京に来るとお邪魔させていただくことが多いんですけれども、そんな東急13でですね、私の東京ベジライフがプロデュースするビーガンチーズのピックアップ受け取り販売というのが開始されます。っていうかもう最初の試験販売はちょっともう完売状態っていう感じなので、最初のは5月15日から17日の間に東京13の表参道店でピックアップ受け取っていただける方っていう形で販売させていただいたんですけれども、その5月の最後の週末29日30日に表参道店ではないんですけど半蔵門にもお店があって、でそちらで、普段はお店週末やってないんですけど、そちらを借りてですね、ポップアップイベントっていう形でビーガンチーズのテイスティングイベントみたいなものを開催させていただきますので、ぜひお寄りいただければと思いますし、先ほどおっしゃってたそのアーモンドバター、とってもデリシャスなアーモンドバターの試食もいただけますので、ぜひ皆さんお立ち寄りいただければと思います。はい。で、東急13にもぜひ普通もうこちらがお休みの日ない？表参道はないですね。毎日営業してますね。毎日平日8時半から6時で、で土日祝日が10時からです。同じ6時クローズで、やってるので、もう毎日でも来ていただいて遊びに来てお待ちしてます。で、ウーバーイーツもねされてるので、お近くにお住まいの方はウーバーイーツでもぜひ利用してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。